いやー海、この大型犬ね、ドッグランの事故賠償金1600万円だと。もうさ、まあね、ドッグランね、君はあまり行かないけど、まあたまにね、お出かけ先で売ったりねするんだけど、これね非常にね危険なんだよ。このねドッグランまあこのね事故はね、大型犬ゴールデンレトリバー28キロ、ほんと君と一緒の体格のねゴールデンちゃんがね、まあ走っててね興奮してわーって嬉しいから、で他のね来てた人の男性の足にぶつかっちゃって、まあ、その人がね転倒した時に怪我しちゃって後遺症が残ったよって、まあ、それに対してねその後理髪店かなんかやってんのかな、まあ、仕事に対してね支障が出たと、後遺症が体に残ってね、それでその飼い主に対して1600万円賠償命令がね判決が出たんだけども、大阪高裁かであったんだけど、ここなんだよ海。これはね当たり前に起きることだから、君もドッグラン行くよ。ドッグランはねわーって走れてねいいとこだから行くんだけど、君の場合はね一人、海が一人だった時は何もつけないけど、他の子がねいた場合は必ずパパロープつけるでしょ。ロープつけるんだよ。必ずねロープをつける。これは何でかっていうと、ドッグランはねこういう事故がね多いんだよ海でね。飼い主がね過信しすぎる。どんなにしつけててもね、どんなに温厚な犬種、君ゴールデンレトリバー温厚な犬種って言われても本能があるし、あと興奮した時の動きとかっていうのはね、これはねなかなか難しいんだ。そうだよ。だから君はいい子だよ、いろいろ覚えてくれていい子だけども、やはり絶対はないからね、訓練を受けてね使用犬であってもね絶対はないんだよこれ。わかる？だからこういうふうにね大阪高裁の人もね言ってるよ。基本的なしつけがなされた温厚な性格の犬でもドッグランで遊びに夢中になれば人に激突する危険性があることを飼い主において具体的に予見できたと認定したのだってね。だからねドッグランまあ行くんだけど、やっぱり他のワンちゃんとか他の飼い主さんがいるときは本当気をつけないといけないし、犬って本来犬同士が遊ぶってことはないからね。それないんだよ。だから前のね、ドッグランのね動画でもね普通に説明したことがあったけどね、覚えてる？じゃあこれだよ、この動画だよ。こういうことなんだよ。この動画を見ると分かるように、人間が犬に対してる考え方と犬が思って実際に動いてることって違って、ドッグランはねそのねズレが出るんだよ。人間と犬との考え方動き方の違いに。ここがすごく危険で問題のところ。でもあんまりねそれをね言うとね、ドッグラン好きな人にしてみたらね怒るんだよね。いやそんなことないとか、うちのワンちゃんはうちの犬は利口だからとか、いやいやそうじゃなくて、利口とかじゃなくて絶対はないよってねわかる？そうだよ、絶対はないのね。この男性ね、飼い主のね男性がね保険に入ってたかどうかわかんないけども、君の場合は絶対がないから海ね、注意しながらやってるんだけどね、こういうものが起きた時にね
保険が効くように保険に入ってるわけよ、君も。保険に入ってるよ。だって払いきれないでしょ、何千万って金はね請求っていうか支払いが、ね、命じられても。だから入ってる。で君の場合は無制限で入ってるから、あとなんか問題が国に起きた時のねための弁護士費用だとかそういうのも全部ね入ってる。入ってるんだよ。そのぐらい気をつけないと本来いけないことだって、お散歩中でもね何かしらでもそういうふうに事故って起きるからね。特にドッグランって場所はね本当に起きやすいね。でもその危険だよっていうね、なんだろうな、認知っていうか低いんだね。でも実際はすごく起きてるんだよ、ドッグランでのね事故ね。だからドッグランを経営してるところもドッグランをやってるところもね、問題が起きた時は飼い主さん同士の責任になりますから、ね、私たちとしてはタッチしませんからってね歌ってるところも多い。でこのね事故のすごいところはね、最初の段階でそのゴールデンレトリバーを飼ってた、ね、飼い主の人はねやっぱりね注意喚起をしてたと。リードを持ちながらワンちゃんの動きを、ね、近くで見てたんだと。そうなるとまあね注意義務をちゃんと守ってたわけだから、なかなかねその怪我した方もそういうワンちゃんたちが走り回る場所だよって、ある程度危険度があるんだよって場所に来てるわけだから、2審になったらね奥さんがちょうどそのね場面をたまたま動画で撮ってたんだよ。そしたらねそんな飼い主はねそんなことしてなかったんだって。その動画にはねその飼い主が全然近くにいるんじゃなくて、近くにいるって言ってたのに、でも実際は離れた場所の椅子に座ってね腕を組みながら犬の追いかけっこを見てたと。ああ元気に走ってるねって。で全然注意義務は果たしてなかった。で持ってたんだよっていうリードも持ってなくて、そこにあるテーブルの上に置いてあって何にもしてなかったんだよ。だからこれはもうね過失が大きいよって、この飼い主のね。でこういうふうに1600万以上のお金のね支払いがね命じられたんだけども、これ典型的だね。ほとんどドッグランに行くとこういう飼い主の人いるもんね。近くにいたって実際止められないんだよ、何かあった時は。わかる？近くにあった時に抑えられないでしょ。特に大型犬の場合はさ足も速いし。だからやはりね他のワンちゃんがいるとこで一緒にする時には、ドッグランじゃなくてもね、施設だとかプールとかもそうだよ。本当に注意しなきゃいけないし、もう無理だから。特に大型犬の場合はねもう海みたく君やってるでしょ、ロープをつけとかないと、とか長いリードをつけとかないとダメなんだよこれは。とパパは思ってやってるんだけど、そのまんまのね事故が起きたってことだよこれは。わかる？わかるか。うちの子の限ってじゃないけど、自分家のワンちゃんね、私の犬はって頭いいからとかね、利口だからちゃんと教えてあるからって言う人いるけども、いやいやそことこれとは別だからね。それをやっぱり分かってないとこういう事故が起きちゃう。でこういう事故が起きればねこういう金額を支払わなきゃいけないってなっちゃうんだよ。飼い主もそうだけどね、何にも悪くないよここにいたねゴールデンレトリバーはね。ただ飼い主の行いが悪かっただけであって、このゴールデンも悪い犬だって思われちゃうわけ。わかる？そうだよ、そうなんだよ。これがね難しいね。簡単なんだけど難しいよね。だから広いとこでね遊ばせたいんであれば、誰もいない公園に行って長いロープ使って君がやってるみたいにやるのが一番だしね、ロープもつけたくないね、本当に自由でねあれさせたいんだって思うんであれば、人がいない時間帯だとかね、人がいない天候の時にドッグランに行って一人の時に自由に遊ばせればいいね。
他のワンちゃんと一緒に楽しくなんていうのは必要ないことだし、意味がないことだし、ね、やればそれだけのものを追わなきゃいけないね。まあこれはね、どこのドッグランでも結構起きてるんだけどね。そうだよ。